ルイは来とらんのか。わーお。わーお。ないんで、また赤い月だ。なやこれ。一旦青くなったやん。赤い月の日、誰かが死ぬんか。でも5つの試練って言っとるからな。タケル、ツバメ、リョウスケ、ミーナ、アンズ、5人。ふぅ。無事に一夜を図書館で過ごし、誰にも見つかることなく過ごすことに成功し、重複。僕は窓越しに朝日を拝む。風呂どうしたんやろ。結局あれからアンズもかぐやも来なかったことだけは気になったけれど、ひとまずこの場所にいる限りは安全だということが分かったのは大きい収穫だった。安堵からか思わずあくびが漏れてしまう。特に昨夜はショックや緊張で安眠できていなかったせいもあり、その反動もあってか、がっつりと睡眠をとれて、もう昼にも近いという時間だった。起きたか？開館の時にバレんかったんか。ああ、凌介、おはよう。ほら、朝食だ。見張ってるから、食べられるうちに食べておけ。サンキュー。僕は凌介から手渡された携帯食を手に取り、できるだけ図書館に迷惑にならないよう、机の上でこぼさないように気をつけながら口へと放り込む。二人とも、おはよう。おはよう、ミーナ。おはよう、ミーナの分、はい。ミーナの分の朝食。ありがとう。でも、ちょっと先に席を外すね。うん。僕の手渡した朝食をその場に置くと、小さな手提げカバンを持って、そそくさとミーナが図書館の奥へ消えていく。席を外すってどこに行ったんだろう。化粧室だろ？上司なんだ。寝起きは特にいろいろと時間がかかるもんさ。風呂入りたいからやろ。あ、そっか。こんな場所で一夜を明かしたのだ。確かに危機的な状況ではあるけれど、今のところ平和だし、身だしなみに気を使うのは当然だろう。というか本来なら僕ももう少し気を使うべきなんだが、昨夜からとてもそれどころじゃなくてひどい格好のまま過ごしているのかもしれない。僕もちょっとトイレに行ってこようかな。聖司。何？緩み切った表情で凌介の方を振り返ると、なぜか凌介は極めて真剣な表情でこちらを見つめていた。どうしたの？何か大事な話なのだと感づいた僕も、合わせて真剣な表情とトーンで切り返す。いや、改めてお礼を言おうと思ってな。お礼？山での一件もそうだが、俺の暴走を止めてくれたり、こうして無条件で信じてくれて一緒に籠城したり、感謝してる。なんだ、そんなの僕だって同じだよ。ちょうどさっき同じようなこと考えてたし。だからお前たちだけは失いたくないんだ。うん、それは僕も同じだよ。聖司、一つだけ約束してくれないか？何？たとえこれから何が起きても生き延びてくれ。俺を信じてこの図書館を動かないでほしいんだ。
お前何をするつもりだよ。フラグじゃねえか。やっぱ凌介か。ミーナと一緒にここを動かないでくれ。なんだよ、急に。縁起でもないな。約束できるか？その言葉の節々から遠回りに凌介がどう行動しようとしているのか嫌でも察してしまう。僕はその嫌な予感を的中させたくなくて釘を刺しておく意味も込めて凌介に問いかける。凌介、もしかしてどこかに行こうとしてる？もしそうなら僕はまた止めるよ。自分は好き勝手行くくせに。今どんな理由があれ、一人になってしまうのは危険極まりない。ここは是が非でも籠城しなければダメなのだ。もしアンズの居場所が分かったとしてもか。僕は寝ている間に何があったのかは不明だが、それはあまりにも具体的な発言だった。確かにもしここにアンズも合流できたならば、さらに不安要素が減ることは間違いない。あれだけ危なげだったアンズを一人にしておくのはかなり危険なのは僕も肌で感じていた。だからこそあの時僕は必死にアンズを追いかけたのだ。だとしてもダメだよ、凌介。けどそれでも僕はこの意見を曲げない。どうしても行きたいって言うんなら僕たち3人でだ。それが飲めないなら全力で止めるよ。聖司。どうする、凌介。分かったよ。俺の負けだ。アンズがここに来てくれることを信じてみんな一緒に待とう。うん。凌介が折れてくれたことにほっと胸をなで下ろす。なんか嫌なんだけど。ちょっとなんかフリーっぽくて嫌なんだけど。それじゃあ行ってくるよ。なあ、お前こそ絶対に一人で抜け出すなよ。もちろん。タケルがいなくなってしまってめっきり回数が減ったハイタッチを僕たちは久しぶりに合わせて久しぶりに合わせてまあいいわ、笑い合う。凌介。なんだ？約束するよ。僕は凌介を信じるしここを出ない。聖司。ただし条件があるんだ。条件？それは凌介も必ず一緒にいることだよ。なるほどな。だから3人で必ずこの窮地を脱しようよ。そうだな。僕はその凌介の笑顔に満足すると身だしなみを確認するためにお手洗いへと足を運ぶのだった。やっぱりひどい顔だったな。案の定ひどいありさまだった身だしなみを最低限整えて僕はお手洗いから戻ってくる。とはいえ特に何も道具を持っているわけではないので本当に寝癖を直したくらいでしかないが、それでも多少はマシになっただろう。聖司くん。どうした？僕が帰ってくるともさもさと元気がないウサギのようにちびちび携帯食をかじっていたミーナが弾丸みたいに、こちらへ向かって飛んでくる。どうしたのいきなり。だって私が戻ってきたらいなかったから。ああ、なんだ。ちょっとトイレに行ってただけだよ。ミーナも大げさだな。でもやっぱり不安になるよ。急に2人がいなくなっちゃってたんだもん。2人が。何気ないミーナの一言に僕の心臓がドキリと高鳴る。2人がって、凌介もいないの？
私が戻ってきたら誰もいなかったよ。嫌な予感がして、僕は早足で引き返してから図書館の入り口へと移動する。いないか。窓から外を見渡すも、その範囲では凌介らしき人影は見当たらない。まさかとは思うが、本当に一人で杏を探しに行ったんじゃ。違うよね、凌介。確かに今朝の凌介は凌介らしからぬ行動が目立っていたかもしれない。タケルを失い、燕さんを失い、そしてアンゼやかぐやにまで危険が迫っている今、誰より危機感を抱いていた。そして僕たちを絶対に失いたくないと言っており、誰より義憤に燃えていた。けど、だからこそ僕は不安だったのだ。普段の凌介ならあれほど頼りになる友人もいない。けれど、今の凌介はどこか危うい。今更凌介は戻ってないか。うん。まあ、のんきにどっかで読書でもしてるんだろうけどね。そうだよね。ああ、すぐ戻ってくるさ。僕は自分の不安を振り払うように、そしてミーナにまでこれ以上不安を与えないように、あえて楽観的にそう言ってみせる。それまで僕らも何か一緒に面白そうな本を見つけて読んでいようよ。せっかくだから母の事件の件やればいいのにね。二人で？おい、女出すなって。いや？全然そんなことないよ。それじゃあ何冊か見繕いに行こうか。僕はこれ以上ミーナに不安を与えまいと、その手をつないで彼女が興味ありそうな本を探して館内を歩くのだった。帰ってこんかったか。わいわい楽しい読書を終え、見回りと戸締まりの警備員が立ち去ったことを確認して、僕たちは昨日と同じく夕食をとる。昨日と違うのは、その場にあるのが笑顔ではなく沈黙であるのと、人数が一人少ないことだった。凌介くん、戻って来ないね。出るか戻るかの選択に迫られるな、これ 100%。そうだね。認めたくなかったその事実をようやく口にして、僕たちは凌介が図書館を去ったことを認めてしまう。結局、今日もまた、アンズもかぐやもやってこず、そして凌介までもが消えてしまった。もしこれが推理小説か何かならば、ここで籠城を崩した人から犠牲になっていく。だから凌介の言う通り、僕たちはみんなを信じてこの場を動くべきではないのだろう。でも。けれどそれは同時に物語の真実から逃げる行為であり、およそ主人公とは程遠い賢さなのだろう。おい、自分を主人公と思うな。でもそれでいいんだ。始まった。僕はミーナを見ながら強くそう思う。かっこいい主人公や名探偵なら、この謎に果敢に挑戦、この謎に果敢に挑み、立ち向かっていくんだろう。おい、ポジショントークやめろ。けど、現実にそんな万有はいらないのだ。まず僕は物語の主人公のように選ばれた才能もなく、凌介のような明晰な頭もない。タケルのような運動神経もなければ勇気もない。本当に取るに足らない一般人なのだ。お前はせめてあれだな、ルイのアシスタント、ワトソン役でもやればいいのさ。そんな僕は勘違いしてここで籠城をやめたなら、待つのは悲劇しかないだろう。どんなに悔しくとも、僕に許された選択肢はこれしか存在しないのだ。一つしかない命を守るため、そして隣にいるミーナを危険にさらさないためにも、僕はここにいなくちゃいけないんだ。ごちそうさまでした。僕は考え事をしていると、ミーナも食事を終えたのか、律儀に手を合わせて感謝を示している。
いつもの食事に比べれば味気なかったものの、こうして食べられることには感謝するべきなのだろう。僕は自分の心の浅ましさを恥じながら、ミーナの後を追うように手を合わせて、わびしい晩ご飯を終える。露骨に明かりをつけるわけにもいかず、本も読めなくなり、再び場に沈黙が訪れる。昨夜は涼介の面白い話を聞いて過ごせたおかげで昨日は涼介の面白い話を聞いて楽しく過ごせていたのだと気づき、僕は自分のトークスキルのなさを恨む。こんな時、小粋な会話の一つや二つ振ってあげることができれば、ミーナを笑顔にしてあげられるんだけど。ミー。聖司君。僕はどうにか明るい話題を振ろうとしたその時、不意にミーナが近づいてきて思わずドキリとしてしまう。何？どうしたのミーナ？私、ずっと待ってたの。二人っきりになれる時を？犯人だから？何を？こうして、二人きりになるのを。え？ほら。ねえ、聖司君。私ね、お願いがあるの。お願い？ぐいぐいと近づいてくるミーナにドキリとして思わず後ろへ下がるも、ついには本棚を背に退路がなくなる。このままだと胸が当たりそうだとドギマギしている僕の男心など知らないミーナは、そのままさらに僕と密着せんばかりに距離を詰めてくる。ミーナ、近いよ。うん。大事なお話だから。大事な話って？初めは能天気にドキドキしていた僕も、そのミーナのこちらの奥の奥まで探ろうと、深く見つめる瞳と表情に、いつしか真逆の冷めた感情が湧き上がってくる。とってもね、大事な話だよ。やば。明らかにおかしい。ミーナ？それは長年ずっと共にいた僕が初めて見るミーナの姿だった。逃げよ。ほー。という名の誘導か。え？二人で逃げようよ、聖司君。いやー、一番選択肢が来てほしくないところで多分来そうやな。逃げるって、せっかくこうして図書館に籠城することができたんだからダメだよ。逃げるにしてもここより安全なところなんてすぐに見つけられないしさ。まるで僕が場違いな発言したと言わんばかりの様子でその言葉をあざけ笑うミーナ。違うよ、聖司君。逃げるの。だからこの村から逃げるの。え？この言葉はまさに晴天の霹靂だった。確かにこちらが脅かされているのは、脅かされているのは命なのだ。今までの生活を一時的に捨ててでも籠城する覚悟がある僕たちが本気なら、もっと思い切り逃げるべきなのだ。ね。二人で逃げようよ。それは悪くないかもしれないんだけどさ。なら余計に涼介やアンズたちの合流を待たないと。ダメ。僕の提案は有無を言わさぬ鋭い一言で却下される。もうそんな時間はないの。それにアンズちゃんも十二人への内通者なのかもしれない。おい、なんか急にワードが出てきたな。え？私見たの。山で見た。あの男の人とアンズちゃんが会っているところ。いつどこで？お前はずっと家におった設定だったろ？けどここがバレてないから、多分アンズちゃんは私たちの方に着いたんだと思う。だとしたら。それでも戻ってこないことを考えると、多分もう裏切り者だってバレたのかもしれないね。ずっとおかしいと思ってたの。
もう儀式の生贄は決まってるはずなのに、誰だかわからなかった。はあ、そういうことね。だから私、気づいたの。私たちが選ばれたんだよ、儀式の生贄に。ちょっと待ってよ。落ち着いて。ちゃんと順序立てて話してよ、ニーナ。いきなり人格が変わったかのようにまくし立ててくるミーナに戸惑いながら、どうにかそう言い放つ。しかしミーナには僕の言葉は全く届いていないのかのごとく、彼女は同じ口調のまま続けて話す。私はうまく探ってたつもりだった。でも違う、踊らされてたんだ、ずっと。でもね、気づいたの、私。みんなが生贄だって。だからこの村にいたらダメなの。逃げきれない。十二一重に捕まったら全部おしまいなの。この村にいる限りどこへ逃げても同じなの。だからね、一緒にこの村から逃げよう。まあでもそれを裏付ける理由はいくつかあるんだよな。それこそタケルの親がタケルに対して何もリアクションをしないこと、だったりとか、ツバメに関しても特にリアクションがなかったりとか、そういうのってね、なんかある程度何か事情を察し取るっていう部分はあるよね。ミーナが何を知っていたのか、何を言っているのか、僕にはおそらく半分も理解できていない。その未知による不気味さで、僕は目の前の彼女を恐れそうになってしまう感情をぐっとこらえる。仲間を信じるんだ。それは凌介が示した僕の唯一の道しるべ。誰も疑わず恐れずにいることが唯一の真実への架け橋なんだ。俺真っ先にミーナを疑ってしまったけどな。もう誰も信じられないの。聖司君以外誰も。聖司君になら裏切られたっていいから、それでも一緒にいたいの。女使ってきたな。わかったから。落ち着いて話をしよダメ、もう話してる時間もないの。だから今すぐ一緒に逃げよう。それはまさに逃避行だった。自分の大切なものを捨てていき、最後に残ったもの、一番大切なもの、それだけを守りたい。ミーナの言葉をどこまで信じて理解すればいいのかは正直わからない。けど唯一確かなのは、ミーナは全てを捨ててでも僕と共に生き延びたいと願っているということだ。その言葉すらちょっとね。あの人はそんな人じゃないと思うけど、でももしかしたら最初から利用されてたのかも。パパ？ダメ、やっぱり誰も信じられないよ。だってこの儀式は村のために必要だから。そうだよ、みんな私たちを騙してたんだよ。だって私たちは生贄なんだから。生贄って？私聞いたよ。凌介くん教えてくれたもん。燕さんの死体は体がなかったんでしょ。タケルくんの時は左腕だった。次は左足。間違いないよ。これは生贄の儀式。大切な人を復活させるための儀式なの。それってまさかかぐや姫の？僕はルイさんに聞いた話を思い出しながら、どうにかその疑問だけを投げかける。しかしその問いに返答などなく、ミーナは壊れたラジオみたいにただただ独り言をつぶやき続ける。なんだ？え？私たちは生贄なんだ、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 生贄なんだ。まるで壊れたレコーダーのように震えながら、違いないと、連呼するミーナに、思わずうすら寒さを感じてしまう。
あんずちゃんも、かぐやちゃんも、もうダメ。中に一重に捕まったら、絶対に死んじゃうから。そんなこと。だけなの。セイジ君だけなの。もう生きてるって信じられるのは、目の前にいるセイジ君だけなの。だから、お願い、信じて。僕は仲間を信じると誓った。誰も信じられないからこそ信じてみせると決意した。ミーナと涼介だけは信じ抜こうと決めていた。しかし二人の意見が分かれた。けど、たとえこれから何が起きても、生き延びてくれ。俺を信じて、この図書館を動かないでほしいんだ。涼介のそんな言葉を思い出す。図書館を動かないでほしいと願った涼介。図書館から出て共に村から逃げようと誘うミーナ。僕を信じていた二人が違う道を示し決断を迫る。私と一緒に、この村から、逃げて。ミーナ。まるで別人かのような万力で腕を握りしめられ、懇願するその様子は明らかにいつもと違うミーナだった。その彼女の願いに僕は、難しいね。まあ、出れないよ、正直。ここでなんかね、ミーナという村を出て、なんだろう。エンディング1みたいなさ、そんな話は都合よくは起こらんから、多分トラブルに巻き込まれるやろ。で、この感じ、俺ミーナをひたすら疑っとるから、言っちゃなんだけど、ミーナをひたすら疑っとるから、一緒に出るってのは、もう無理だと思うんだよね。だから出れないって言ったら、多分、あれなんだよ。ミーナだけが村を出て、ナイフ隠し持っとるか、刃物を隠し持っとって結果的に逃げるために出ざるを得んくなるか、それとも、ミーナだけが忽然と姿を消して、ルイと会うか。で、事情を話して吸ったもんだみたいなことになるか。そういう流れだと思うんだけどな。早くこの画面が気持ち悪いからなんとかしたいよね。まあ、村を出れないの方がいいのかな。ごめん、ミーナ。やっぱり僕にはできないよ。みんなを置いてはいけないんだ。そっか。冷めた。こんな異常な状況だからさ、ミーナが不安になるのはよくわかるよ。けどもう少しだけみんなを信じて待とうよ。友達ゲームみたいなことにやってきたな。僕はこれだけは譲れないというみんなを待つ選択をミーナに提案し、やんわりと断る。彼女を逃げるのが嫌なわけじゃない。ただ僕はみんなを置いて逃げたくないのだ。たとえそれでこれから僕に悲劇が訪れようとも罪悪感を抱え怯えながら暮らすよりもいい。それが僕の答えだった。ミーナ？僕の言葉を受けてミーナは肯定するでも否定するでもなく、ただうつむいて沈黙を続けていた。ごめんね、セイジ君。死んだー。え？そしてミーナがやっと顔を上げて口を開く。今のはちょっとした冗談なの。やめてよー。冗談って？本当にごめんね。なんでもないの。
なんでもないから、さっきのは忘れてね。そういうルートに行くんか。なるほどな。あ、ちょっとミーナ。僕の静止の声も届かず、ミーナはまるで逃げ出すように図書館の奥へと消え入ってしまう。ミーナ。明らかに様子がおかしかったミーナを追いかけるが否か、わずかに逡巡し、僕はその場に留まることにした。きっとミーナにも考える時間が必要だと思ったからだ。いや、そんなわけないやん。おい、ポジショントーク。僕しか信じられないというミーナを唯一の味方である僕が追い詰めたら、彼女は壊れてしまうかもしれない。だから僕は様々な疑問を飲み込み、ぐっとこらえてからその場に留まる決意をしたのだった。おお。瞬間、静寂の中、背後から感じた人の気配に、僕の背筋は凍り、ゾクゾクした震えが全身を支配する。誰かがいる。しかもすぐ後ろから誰かの呼吸音がした。相手はまだ僕が気づいたことを悟っていないだろう。だから振り返れば相手も驚くはずだ。驚く？誰が？ちょっと待ってくれ。すでに閉館した図書館にこんな夜にこの場所で誰かに会うなんてあり得るのか？最初誰か知り合いの仲間なのではないかと思ったけど、そうならばどういうこと？知り合いの仲間ってどういうこと？言葉。そうならば再会を喜び声をかけてくるはずだ。だってこんな息を殺して後ろからこっそりと近づく必要なんてないはずなんだ。刺されて死ぬパターンね。これバッドエンドもしかして。けれどミーナは僕の視線の先へと消えていった。なら、僕の背後にいるこいつは誰なんだ？ぼくりと思わず唾を飲む。大した、音じゃないと思っていたそれは背後のそれに聞こえてしまい、僕はそいつに気づいたってことがバレてしまったのではないかと不安になる。一歩その人影が僕へと近づいてきたのがわかる。その音に再び僕の心臓は跳ね上がり、金縛りにあったかのように足がすくむ。逃げるか振り向くかどちらにせよ、僕はすぐに行動を起こすべきだと分かっている。分かってはいるが、その得体の知れない恐怖を前にただ必死に息を殺して立ち止まるのが精一杯だった。ひたり。また一歩そいつは僕に近づいてくる。近い。かなり近い。下手をするともう手を伸ばせば僕に届くんじゃないかというほどに近づいている。急げ。時間がない。迷っている時間ももうほとんどない。僕は体の奥から湧き出てくる震えを必死にこらえて動けと心の中で命じる。ようやく金縛りの呪縛から解き放たれた僕は4つになった。どうしよう。叫んだら、振り返れば向こうの正体はわかるけど、こっちの反応が一発遅れる。逃げ出すにしても、ミーナを置いてっていう話はまあこの際置いといて、もう逃げ出したらあれだよな。せっかくここにいようって話が矛盾するからダメだよな。叫び出す。叫んだところで、確かに相手
相手に対して牽制する意味はあって、あるかもしれんけど、その後の行動がちょっとどうしようか不明だよな。殴り倒す。そもそも聖司にそんな力はない。難しいな。どうしようか。悩ましい。とても悩ましいな。どうしよう。まあ、それを言い出したら何でもありなんだけどな。絶対になんかやべえ映像が映るよな。片足のない涼介とか。怖いな。振り返ろう。誰だ？僕は勇気を振り絞り、意を決して勢いよく後ろへと振り返ってみせる。そして背後で息を殺していたそいつの姿を捉える。お兄ちゃん。びっくりした、かぐやか。かぐや。怖い。僕が怯えていた相手の正体は、驚くことに見知った少女の姿だった。どうしてここに？で、そうか。涼介の置き手紙を見たのか？ここかなって。それじゃあ、どうしてそんなにこっそりと近づいてきたの？よかった。殴り倒さんで。逃げ出してもしゃあなかったな。僕の問いにきょとんとした表情を見せるかぐや。もしかしたら本人にそこまでの自覚はなかったのかもしれない。申し訳なさそうにミーナが消え入った闇へと視線をやっていることで、僕はようやくその理由を察する。いやほら、さっきのは別に喧嘩してたわけじゃないんだ。あんな雰囲気の場に出くわせば誰だって出てきづらいだろう。かなり間が悪かった再会に僕は内心で苦笑する。とにかく無事でよかった。自分に危機が迫っていたことを知らないかぐやは頭上にハテナマークを浮かべてのんきに首をかしげている。聞いてほしいことがあるんだ。僕は危機感を共有するために今まであったことを極力ショックを受けないようにオブラートに包んで説明する。ってわけなんだよ。オブラートに包みすぎたせいか、僕の警告はいまいちかぐやに伝わらなかったのか、彼女はぼんやりとした表情で、危機感薄くその言葉を聞いていた。とにかくその十二人って組織は危険なんだ。だから。そんなことないよ。かぐやは十二人側だからな。え？十二人のみんなはこの村のために動いてるだけだから危険なんかじゃないよ。いやでもそう反論しかけてようやく僕ははっと気づく。なぜこんなにも彼女が自信ありげにそんな能天気な発言をしているのか、その理由を。そうか、そうだよ。なんでこんなことに気づかなかったんだ、僕は。かぐや。そう。僕は失念していた。いや、あまりにも白チュームのようでずっとごまかしてきたせいで気づくのが遅れてしまっていたのだ。もしかしてかぐやは十二人を知ってるの？気づくも何も、そもそも現実逃避ばかりしてこの事態の状況把握と謎の解明に取り組まんかったやん。
ねえ。君、聖司くん。聖司くん。あまりにもあっさり意外なところから僕は真相へ近づく大きな手がかりを見つける。真っ先にだって謎を解きたいのであれば、ルイに相談しに行くからね。それがないってことは。僕が初めてかぐやと出会ったあの日、その時は意味不明だったから会話の詳細までは覚えていないが、確かに彼女は十二人のことを口にしていたのだ。そうやって直接会ったことがあるの？よくみんなと会ってるよ。暗雲立ち込めていた現状に突如として降ってきた反撃できる機会なのではないだろうか。このまま籠城している方がベターだったのは僕たちにあまりに情報が足りなかったせいでもある。しかしどうにかしてその組織の全貌をつかみ、その実態の証拠さえつかめれば、今度こそ警察は動いてくれるはず。でも十二人ってこの村の自警団みたいな状況で、なんか警察よりも力が強いみたいな話は言ってなかったっけ？気のせい？ならば今こそ、タケルやツバメさんの仇を討つ絶好の機会なのではないか。僕の胸の奥底に眠っていた怒りの感情が少しずつふつふつと湧き上がってくるのを感じる。ミーナはこのわけのわからない状況と何もできない自分への怒りとやり場のない悲しみと感情が、渦巻いていた。けど今ならその気持ちを振るう場所に行けるのかもしれない。かぐや、もしかしてそいつらの居場所もわかる？わかるよ。やはりそうだ。これはまさに千載一遇の好機。結局出るんかい。かぐやを危険にさらしてしまうかもしれないが、この様子ならばもしかしたら安全なのかもしれない。ミーナのこと忘れとるやん。僕はダメかもしれないけど、かぐやだけは助かるという可能性は低くない気すらしてくる。再び僕は考えを巡らせる。凌介との約束がある。むやみにここを出るべきではないことは分かっている。けど本当にこのままでいいのだろうか。俺ずっと同じことだよな。ずっと同じことで悩んどるよな。おもろ。凌介がこの場にいたのであれば、怯えて隠れる選択をするだろうか。凌介がここに隠れる選択をさせたんだよ。いや、違う。始まった。確かに先ほどまでならば、この図書館に籠城するのがベターだった。行ってどうする？毎回これだよな。都合3回目くらいじゃないか？行くことに意味があるみたいなこと言うとるけど、行って何もできんかったら逆に危険にさらすってね、身を危険にさらすってのは、もう分かりきってることやねんか。おい。だからこうなると話は変わってくるはずだ。補欠に入らずんば孤児を得ず。凌介は戻ってきた時に次の一手の選択肢を増やすためにも、ここは僕とかぐやで敵の実像を掴んでおくべきだろう。かぐや、案内してほしいんだ。十人一人がいるところに。今からああ。わかった。僕の真剣な表情を受けて、かぐやはこっくりとうなずく。ミーナに声をかけるべきか一瞬迷ったが、結局僕は書き置きだけを残しておくことにする。かぐやが来た。少しだけ出かけるけど、ミーナは絶対ここを動かずに待っていて、必ず戻ってくるから、聖司。これでよしと。僕はミーナへの書き置きを机に置くと、気のままで、外に出るために図書館の入り口へ向けて歩き出す。
それじゃあかぐや、よろしく頼むよ。そうして僕はかぐやの案内に導かれ、二人図書館を離れ、夜の村へと飛び出すのだった。